一世のセカネちゃんひめひめです。今回ですね、今日は私のめちゃめちゃ盛れる、たくさん褒められる、透明感あふれる最新冬メイク紹介していきたいと思います。2025年夏ぐらいに私の毎日メイクを紹介したと思うんですけど、だいぶ変わってまた盛れるメイクを発見しちゃったので、今回はそちらを皆さんに紹介したいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい。ってことで、早速ね、冬メイクしていきたいと思います。今回もカラコンからいきます。もう今は完全ノーマル、何にもしてないすっぴんです。まずはですね、じゃん、こちら。これは、耳チャームハイドロンワンデー。多分耳チャームかな。で、これななこさんのプロデュースされているカラコンです。かわいいのよ、これ。キティパフっていう色ですね。これをつけていきます。これを最近すごく聞かれる。水光カラコンみたいな感じで、ウルチュルでね、とっても可愛いです。ね、わかりますか？全然違うの。ツヤツヤで可愛いでしょ？これすっごいお気に入り最近。めっちゃつけてる。めっちゃ買いましたね、だから。オッケー。はい、つけました。これが結構、このカラコンは冬にとっても最適です。このウルチュル感がね、冬にもってこいなのよ。じゃあ、下地からやっていきたいと思います。まずは、ダルバのスプレーから描きます。ダルバのスプレーは、まずは保湿。で、何でも吸って。最近はこの保湿から入ってんの。ここも違うでしょ、もう、ポイントが。で、私、もうあんま美白じゃなくて。だからちょっと美白にしていきます。まずは、アリーのクロノビューティーカラーチューニング UV01 番。でも日焼け止めはもうしっかりとつけたいからこそ、これ日焼け止めジェルなんだけど、もうカバー力がすごい。意外と。日焼け止めなのにね。だから日焼け止めでトーンアップをさせたいので、日焼け止めからいきます。てか日焼け止めを下地として使ってます。だって下地ってさ、日焼け止め効果すごい弱いじゃん。冬でもね、日焼け止めは大切です。紫外線は出てるから。結構重ための日焼け止めなので、すっごい密着する感じがあるの。毛穴とかは結構これでもうカバーしてくれますね。はい、下地塗れました。結構もう下地というか日焼け止め塗っただけでトーンアップはねしてますので OK です。で次、じゃーん、ディオールスキンフォーエバーフルイドグロー。でも最近は本当にファンでもあんま塗んない日が多くて、なんか塗んない方が厚塗り感があんま出なくて、もう本当にちょっとコンシーラーぐらい。ふくらはぎ、もうこの鼻の横にちょっと塗るぐらい。これ意味あんのっていう感じですけどね。若干ここに塗ります。若干の意味はありますよ、これだって。で、最近はじゃん、これルナのコンシーラー、ルナロングラスティングコンシーラーフィット03のブライトっていうカラーを使ってます。とにかく明るい色にしたいっていうことで、これコンシーラーなんですよ。こういうね、リキッドタイプの。合ってんのこれピント。これもうクマのところにシュッ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 、こういう感じで塗っていきます。これ直接塗るのあんま良くなさそうじゃない？絶対良くないよね。ほくろとかちょっと薄めたいところにいっぱい塗ります。でちょっと乾かすの間に眉毛をしましょうかね。はい、シピシピのブロウパウダー02番カジュアルピンクのアイブロウ。これも蓋も壊れてるしね、めちゃくちゃ汚いの見て。使います、これ。物は大切にだからね。で、若干色を濃くして形整えるぐらいの感じでやっていきます。眉頭かも整えるべきは。
なんか眉毛アートメイクしたってすごい言われたんですけど、そんしてないんですよね、全く。なんかちょっとメイク変わるごとに変化に気づいてくださるのすごいなって思います。本当にすごい。人の変化に気づくってめちゃくちゃいいことですよね。で、じゃん。キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04番のナチュラルブラウンを使っていきます。これちょっと液が多いのでこう落として、でちょっとこうやって若干全体的に茶色になるように色付ける。あら、なんかここが増えちゃった。眉毛ってちょっと遠目から見た方がいいらしいよ。の方が左右対称がわかるみたいで、その間にコンシーラーをこのリリミューのスポンジで、これがね最近よくて、キープコンフィデンスミストリムビューティー、このスプレーなんですけど、これメイクさんに教えていただいて買ったんですよ。キープミスト、これをスポンジに2プッシュぐらいして、プッシュしたところでなじませていきます。これはメイク終わった後にはね塗ります。はい、コンシーラーも塗れました。 OK。 そしたら顔全体のトーンが明るくなったので、じゃーん、コスメデコルテルースパウダーの101番、これは4種類4色入ってるやつを顔全体に、まあ、そんなに多くは塗らない。でも若干ツヤを抑えて、これで下地は完成です。こっからですね、はい、アイシャドウです。アイシャドウなんかいろいろ使ってみてたんですけど、これひどくない？見て、クリオのアイシャドウパレットなんですけど、落としちゃってね、これ全部ね底が抜けちゃったのよ、落としたせいで。でもこれすっごい好きなの。私やっぱピンクが好きなので、今回はピンクっぽい、ちょっと赤っぽいというか、ピンク、深みがあるピンクみたいなのを目指していきます。大人っぽさで、まずはフィーにします。フィーのアイシャドウですね。03番のパレットを使っていきます。で、まずちょっと明るめなカラー、ここら辺明るめピンクみたいなのを取って、一旦全体に。で、今回はジャンティルティルのミルキーメローシャドウ03番のローズも使っていきます。これが結構今回はポイントになってくるカラーが多いんじゃないかなって思いますね。じゃあまずはピンクを全体に。いろんなピンクを混ぜて。ピンク OK。 まあでも濃すぎてもなんで一旦これぐらいでいいです。一回下地に明るめのピンクを入れてみました。そうしたらもうこれ結構今回本当にこのアイシャドウをめちゃめちゃ使うので、もし今回のメイク真似したいなって方はこのアイシャドウが一番必要かも。まずはこのピンクのキラキラのラメをのせていきます。手で一応結構これ色がつくピンクだから、ラメの中でもラメだけじゃなくて色がちゃんとつくって感じです。こういう感じ。そしたら際にこのブラウンたちを塗っていくんですね。で、この深みのある色の茶色がもうめちゃめちゃ可愛いので、まずここを全体に塗って、そしたらこれをさらに際に塗っていきます。で、最近買ったねアイシャドウブラシがね役に立つのよ。これダイソーで買ったやつ。これね結構いい。ダイソーの購入品紹介でね紹介したブラシなんで、ぜひこれを茶色の薄い茶色をまず際に塗っていきます。あ、待って、これはねちょっと普通の方でいいか。ブラウンを入れることによってやっぱより深みが出ますね。最近ねこのメイクを発見したんですよ。なんでかというと赤い服だったの、その日。
だから赤になんか映えるような冬っぽいメイクないかなと思って探してたらこのメイクにたどり着きました。あと気分でアイシャドウ変えるのもやっぱいいよね。結構メイク変わるから。はい、茶色を際にのせました。そしたらちょっと全体を少しぼかす。でさらに際にこの濃いキラキラの茶色を入れていくんですけど、これをねちょっと取るじゃん。そしたらこの目尻のこの際、目尻の際だけ塗っていきます。ほぼアイラインみたいな感じ。目尻の際、まあ、ちょっとグラデーションっぽく、だからほぼピンクブラウンみたいなメイクになるのかな。目尻の際に入れました。そしたら次このね最後これ全部フル活用するの。白のラメを上に目頭の目ん玉の真上ぐらいにポンとキラキラっとさせます。 OK で、そしたら次涙袋やっていきます。涙袋はさっき紹介したフィーのやつ使っていきます。これはほんと適当なんですけど、この真ん中のピンクっぽいカラーを2色ぐらい適当に取って涙袋にのせるだけで、私涙袋がほんとないから描かないとだから、こうやってキュッてやって。でも涙袋ってなんかないのも可愛いなって最近思ってきたの。なんか今まではちょっとこう涙袋ぷくってしてるのもやっぱもう憧れすぎて、確かにもう涙袋のめちゃくちゃ可愛いんだけど、ないのもなんかヘルシーで可愛い時も結構あるぞと思ってからは、なんかまあ結局作ってはいるんだけどね涙袋作んない日もあったりとかはたまにしますね。ここ濃いピンクを入れすぎちゃうと上も濃いから下も濃くなってヤマンバみたいになっちゃうかもしれないから、ちょっとケバくなっちゃうから、この下はあんまり入れすぎないぐらいがいいと思います。で、そしたら次粘膜ラインを描いていくんだけど、これトゥースクールフォースクールの前紹介した粘膜ラインですね。これをね粘膜に描いていきます。これもこの際から描いて三角っていう感じです。こっちも粘膜から描いて、この粘膜ラインみんな使ってるよね。めっちゃいいもん。って感じかな。で、そしたらこのぼかす方でぼかします。OK。こっからが初登場。じゃん。これがジル・スチュワートのニュアンスロックリキッドアイライナーリボンファッションショーなんですけど、これりんちゃんからなんかクリスマスコフレをもらって、ありがとうね。そこに入っていたものでもうめちゃめちゃ良くて、このアイラインすごい色が可愛くて、こういうバーガンディみたいな色なの。可愛くない？これをアイラインとして描いていきます。深みのあるメイクだから、ちょっと待って、右から描きたい。アイラインは垂れ目風に、まあ垂れ目まではいかないけど、目のラインを自然に伸ばす感じ。じゃん。ここら辺から描き始めてますね。ちょっとこのまつげとまつげの間も埋める感じで。そんなに強調はしない感じ。リキッドアイライナーで描くのめっちゃ難しいですよね。OK、こんな感じです。そしたらこれ粘膜ラインにすっごい色が似てるから、私はここ粘膜ラインにも描いちゃう。
さらにこう際にこう線を引く感じ。こうね、あー間違えた。まあと思ってもぼかせばなんとかなんだけど、さらに目の際にこの線を描いていく感じです。こっちもひまにしては結構濃いめのメイクなんじゃないかなって思います。今までのに比べたら。OK。できたら、さっきのこのアイシャドウのこの茶色の部分と茶色の部分合わせて、ここにまた粘膜ラインにかぶせて色を塗っていきます。ちょっと、若干ね、本当に。ちょっとティッシュでオフしてから、こういう感じで。なんかね、カメラだと色が濃く見える。ただのケバい人みたいな、メイク失敗してるみたいになってない。そしたら、トゥークール、フォースクールのアートクラスのこれ人気なやつ。11番ですね、これ。11番。これをね、使っていきます。で、これペンシルになってて、これを涙袋にのせていく。クッてやって。で、今まではこれピンクとかも結構使ってたんだけど、今回の場合は、なんかピンクだと結構目の周り全部ピンクとか赤とかなんかそっち系になっちゃうから、ベージュを選んでます。私さっきピンク入れたので。で、そしたら私はもうすごいお気に入りで、これクリオンのパレットのこの茶色、これをアイブロウのブラシの細かい方で取って、で、別に茶色だったら正直何でもいいので、別にこのパレットじゃなくてもいい。けどこのパレットのこの茶色が好きです。線を引きます。で、涙袋を作るペンシルとかあるじゃん。あれもね、いいんだけど、こっちの方がなんか自然になる気が、ぼかしやすくて私はこっちの方が好きなんです。OK、涙袋が爆誕しました。ちょっとだけもう一回付け足す。まつげやってきます。まつげはラブライナーのオールラッシュセラム。これまつげ美容液なんだけど、これを一旦私は下地に使ってます。まつげ下地をね、マスカラ下地から使うのもいいんですけど、なんか変なダマになっちゃうことが多くてちょっと苦手で、好きなのもあるよ。まあでも別に何でもいいんですけどね。マスカラ下地はね、でも使ってる時は使ってるけど、最近これで若干束感をね作ります。なんか弱束感すぎるまつげというよりは弱束感、上と下に塗って、キスミーヒロインメイクロングアップマスカラスーパー WP02 番、これを塗ってお腹鳴った。はい、まつげできたらこのピンセット、このピンセットいいんですよね。このピンセット、まあ何でもいいんですけど、で弱束感を作っていきます。束感すぎないけど、まつげとまつげをね、結構メイク変わってるでしょ。最近まつげが抜けんのよ、めっちゃ。これ強いとかじゃなくて生え変わりの時期。はい、一旦ですね、まつげもできました。そしたら次はノーズシャドウ。これさっきの、これも何でもいいんですけど、シピシピのこれで、ほんと鼻の筋をこう眉毛から鼻筋に、眉頭から鼻筋にピーンとちょっと色をつけるくらい。ここをやりすぎてしまうと顔全体が暗くなっちゃうから、やりすぎは注意です、多分。そしたらハイライトやっていきます。ハイライトは最近このミワスのうるみハイライター02番にハマっていて、こういう感じですね。これをこことここ、鼻先と唇の上と目頭に入れます。 OK。 次もポイント、これもねりんちゃんからのジル・スチュワートの
クリスマスコフレに入っていたんですけど、ジル・スチュワートグローハイライターリボンファッションショーですね。これもめちゃくちゃ可愛い。これを最近使い始めてから褒められるようになった。ほんとちょっとな、これぐらいね。これがすごくて、ここに塗ります。ここね、わかる？このツヤ感。ツヤ感わかりますかね？こっちも頬骨のところ、あわよくばちょっと残ったらここにつけてみたり、目頭のところにつけてみたり、若干ね、ちょっとだけ。これね、めちゃくちゃ可愛いの、このハイライター。わかりますか？これかな？すごくない？これをね、本当に最近は重宝しています。これツヤがね出るのよ。めっちゃ可愛い。で、ディオールのバックステージフェイスグローパレット04番ですね。これを一番こうシンプルなカラーを取って、ここにあとピンク色とかをちょっと取ってちょっとのせます。チークですね。ジル・スチュワートブルームミックスブラッシュコンパクトユニコーンユートピア。すっごい名前。これをこう涙袋にギリ当たるここら辺にちょっと入れる。ちょっとじゃないか、結構入れる。で、この顎にも入れます。あとこのここ4点ですね。セザンヌのナチュラルチーク N。 これね、なんかもうね廃盤らしい。これめっちゃ使ってんの。これは上からかぶせる。なんかチークは正直あんま何もよく分かってないんですけど、可愛いからです。で入れたら、これトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンシェーディング2番。これはブルベ用のシェーディング。なんかシェーディングって結構ブルベ用イエベ用あるみたいで、探してみてください。同じの。私ブルベ夏みたいなので、ブルベ夏かイエベ春みたいな。まあブルベ夏っぽいらしい。こことここ。よし、オッケー。あとはこの唇ですね。リップ最後です。ほぼ完成に近づいてきました。最後リップは最近ハマってるじゃん、 PFCT セラムリップオイル10番。これジバンシーのリップオイルなんですけど、色が結構わかりますか？深いんですよ。これねめっちゃ好きなの最近。これつけな、一気に大人っぽくなる。よし、リップを塗れました。アイシャドウはこんな感じです。よし、じゃあちょっと最後髪の毛セットしてきます。はい、というわけで髪の毛もできました。こんな感じで私の冬に盛れるメイク完成です。どうでしょうかっていう感じで、いろいろねこう試行錯誤して新たなメイクを生み出してみたんですが、結構個人的にはお気に入りで、なんかいつもよりもちょっと大人っぽいようなメイクになってると思います。最後にこれやるの忘れてた。ビムの仕上げ化粧水。これ最後メイクキップミストなのでかけます。オーケー。これでちょっとツヤも出て結構いい感じになると思います。これは結構本当にね、パウダーやった上にこれやると崩れるのかなとか思うけど、あんま崩れないしツヤもいい感じに出て、そう結構お気に入りです。
はい。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。皆さんぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。また新しいメイク思いついたら動画にします。